なんだろう、彼氏いますか？結構多分今のイメージと全然違うと思います。皆さんこんにちは、山上アリシアです。この度チャンネル登録者数1万人達成しました。チャンネル登録してくれた方やいつも温かいコメントを残してくれてありがとうございます。インスタグラムと YouTube で質問を募集したので答えていきたいと思います。ということで皆さんこんにちは。山上アリシアです。今は25歳です。誕生日は1995年の3月13日魚座です。日本とカナダのハーフで、お父さんがカナダ人でお母さんが日本人です。出身は大阪生まれで、小学校5年生まで大阪にいたので、家族と喋るときは関西弁です。で、ずっとそれからカナダにいて、4年前ぐらいかなに日本に帰ってきたところです。なので標準語と敬語はまだ勉強中なんですけど、あと身長は165センチです。あと A 型です。座右の銘を教えてください。アリシアさんのマインドが知りたいです。なんだろう、座右の銘ってモットーみたいな感じでいいのかな。だとすると、やらない後悔よりやる後悔。一回考え始めちゃうとすっごい無駄なことまでいっぱい考えるので、やらなきゃいけないことをバーってとにかく考える前にやっていく。ネガティブになることはありますか？ポジティブになるためにしていることがあれば知りたいですっていただいたんですけど、ネガティブになることはあります。あるけど、なんだろう、それを否定しないようにしてます。多分それを感情として受け入れて、それでどうするかを考えてます。解決できないことだったら時間を決めてネガティブになって、もうその時間が来たらスパッてもう次のことに行きます。おすすめのお酒を知りたいです。なんだろう、ここ最近ずっとジンにハマってて、クリスマスの時にもスウェーデンとかフィンランドとか行ってきたんですけど、その時もジンを持って帰ってきました。これがストックホルムで買ったジンです。エルダーフラワーとかローズマリーとか、あと日本で買えるのだとモンキーも好きです。毎日の髪の毛の巻き方とか紹介していただけると嬉しいです。ありがとうございます。髪の毛の量がすっごく多くて、もう扱い方がわからないの。本当に参考程度までしか言えないんですけど、ミューミーのこれ多分なんかすごい柄なんだけど、カーラーのクリップのところがなくて、これぐらい取ってこう巻いていく感じです。で、下ろすときはちょっと斜めに下ろしてスッて落としていく感じで巻いてます。好きなスポーツは何ですか？私運動神経がすっごい良くなくてスポーツできません。いや、できないっていうか、やりたい気持ちはすごいあるんだけど、中学生の時も高校生の時もずっとダンスをやってたので、ダンス以外の、スポーツではないかな、スポーツではないんだけど、それ以外やったことがないので、ニキビがすごいできるんですけど、おすすめのスキンケア商品を教えてほしいです。私も日本に来る前は全部すごい肌荒れがあってニキビだらけだったんですけど、食生活を最初に改善しました。で、それで結構良くなって、腸活というか腸のヘルスをメインでいろいろ変えたりとかして、でスキンケアとしては個人的に皮膚科にも行ってみて薬もらったんですけど、塗り薬でもなんか強すぎちゃったりとかして長い期間は使えなかったんですね。その時に使ってたスキンケアがオルビスのクリアシリーズって言って、このブルーのやつ、あとはお水をたくさん飲むこと。やっぱりなんかみんなそうやって言うけど、みんながそういう理由があると思うんですよね。今学生だったらどんなアルバイトしたいですか？私高卒なので大学に行ってなくて、14歳の時からカナダだと
親の許可があればバイトができるので、14歳の時からずっとバイトをしてて、アイスクリームショップでデイリークイーンって言うんだけど、デイリークイーンで働いてました。でそこで18か19の時にマネージャーになって、でそれと同時にアパレルでも働き始めて、2つ掛け持ちしながら同時に両方ともマネージャーとして働いてましたなのでその2つをやってました、学生の時は。彼氏いますかすっごいこの質問多かったんですけど、います。綺麗であるために心がけていることは何ですか？なんか私がイメージする綺麗な人ってすごい自信にあふれてて、すごいその場をすごい楽しんでる人で、素直な人が素敵だなって思うので、それをできるだけ無理なく自分らしくできたらいいなって思いながら心がけてます。おすすめのファッションブランドを教えてください。シャネルシャネルは大好きです。でも日頃着るお洋服はあんまりブランドにはこだわらず、自分が好きってなったらそれを買っちゃうのでほんといろんなブランドでいろんな価格のものを買ってます。いつも見てます。美顔器とスチーマー使ってますか？使ったら何か教えてほしいですスチーマーは前回の濃いメイクの落とし方で紹介しているんですけど、パナソニックのナノケアの大きい方ですあと美顔器、あんまり美顔器は使ってなくて、これ美顔器なのかな、なんですかな、わかんないんだけどこのマドンナのブランドのなんかここがすっごい磁石になってて、これをやるだけで結構シュッとするので、これを使ってます体型維持のためにどのようなことをされてますかって質問いただいたんですけど、ちょっとコロナでスケジュールとかだいぶ今は変わっちゃったんですけど、お仕事に行く前と終わった後でトータルでだいたい1万歩から1万5000歩は毎日歩いていて、2日に1回ぐらい、2日に1回か3日に1回はジムに行ってました。でもジムに行くっていうのも体型維持のためとかそういうのではなくて、自分がハッピーになれるから行ってる感じです。なのでダイエットとかも私はしてません。自分が好きなことだったりとか、自分がポジティブになれることって言ったら、自分の体が喜ぶことなのかなっていう考えになって、なので食べたいものは食べるけど、普段はできるだけヘルシーなものにしたりとか、いろんな栄養素を考えたりとか、あと動くことでエンドルフィンを出してハッピーになったりとかっていう感じです。1万人おめでとうございます。いえ、ありがとうございます。高校生の写真、高校生の時の写真じゃあこんな感じでした。結構多分今のイメージと全然違うと思いますモデルになったきっかけ知りたいです。この質問も結構いっぱいあって、短くキュッとすると、生まれて生後6ヶ月ぐらいからモデルを実はやってて、小学校5年生まで大阪でやってました。引っ越したタイミングでモデルを辞めちゃって、でも生後6ヶ月からやってたから、それが普通になってて、撮影現場だったりとかですごい違和感を感じて、ずっとやりたいなって思ってたんだけど、やっぱり海外だと身長が足りなかったりとか、あと雰囲気も全く向こうのモデルさんは違うので、求められなかったというかなんかちょっと相場に合わなかったのでできなくて、高校卒業して1年2年後ぐらいに、インスタで普通に投稿してたら、日本の会社とか事務所から声かけられるようになって、カナダまで行くんで撮影一緒にしませんかっていう大きめな会社が言ってくれて、これやったら絶対行った方が早いやんって思ってチケット買ってママに言って、3週間後に日本に来ちゃってモデルを始めたって感じです。で日本に来ていろんな事務所の方とお話しして、今の事務所になりました
モデルをしてて楽しいことを教えてください。いやもう完全にモデルとして楽しいことはいろんな人と働けることモデルってやっぱり一人じゃ成り立たない仕事だから、本当にいろんな人に支えながら撮影って出来上がってるので、もう現場がすごい楽しくて、いろんな経験してきた人も多いし、なんかそれ自分が普段できないことだったりとか、自分が多分できないだろうなっていうことも経験してる人とかもいるから、その人たちの話を聞くのもすごい楽しいし、刺激もらえる現場がすごい楽しいですなんか自分じゃない新たな自分にも会えるのですごい楽しいです。それは。アリシアさんは外見でコンプレックスありますか？もしあったとするとどのように克服しましたか？私はそばかすが多いのが悩みなのですが、隠そうとせずに自然体でいるのがいいかななんて最近考えています。何かアドバイスなのがあれば教えていただきたいです。コンプレックスはないって言ったら嘘ですただあんまり考えないことにしています。なぜかというと、ほとんどの時が自分がそれをコンプレックスって思ってるっていうことが多いと思うんですね。だから自分もいっぱいそばかすあるし、でもこれは生まれた時にもうあったものだし、別に何もできないし、でそのコンプレックスに対して悩んだりとかする時間を使うよりは、それを改善する方法を考えたりとか、それ以外の楽しいことをする方が私はいいかなと思います。だからそばかすがあるって言ってたんだけど、自分もそばかすがあるからそばかすを工夫してメイクをしてみたりとか、あんまり隠そうとは思わないです。なんなら海外でもそばかすタトゥーとか流行ってたし、あんまり深く考えないようにしています。だから体型がどうのこうのとかだったら、やっぱそのジム行ったりとか、そういうのが自分がハッピーになれるんだったらそれでもいいし、それかその自分の体型を好きになるようにどういう風にしたらいいかとか、そういうことをしていますなんか質問以外にいっぱいラブコールが来ててすごい嬉しいです。はい、っていう感じで全部の質問に答えられなかったかもしれないんですが、どうでしたでしょうかやっぱこの YouTube チャンネルも始めたのも、自分も美意識だったりとか、そういうポジティブさだったりとか、そういうのを皆さんと一緒に頑張っていきたいなと思ったので動画を作ってるので、これからもよろしくお願いします今後もいろんな動画を出していくんですけど、いつでもリクエストがあればコメント欄で教えてくださいではグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。